Bonjour, French people. ではですね、昨日、バリを削って、多少塗ったっていうことなんで、今日は錆漆を使って、まあ、こういうですね、うーん、削れた部分って言いますか、こういう溝を埋めていくっていうことをしたいと思うんですが、その前に昨日やった塗ったりするっていうことの、作業の、結果というか注意点で、結構大まかに塗って拭いて、例えばこの焼き物って、焼き締めでやってるんですけど、うん、なんかその、完全に焼き締められてるところは、ツルツルしてるんで、拭いてですね、あんまし漆がその色がつくっていうことはないんですけど、まあ、なんか裏側とかその焼き締めがちょっとなんでしょう、素焼きとに近いような感じだと、こういう感じでちょっとなんでしょう、漆が残ったりするんですね。こういうのは、今の段階で、適当にその削ったりすれば簡単に取れるんで、うん。そういうところ一個注意点で、昨日内側もやるとは言ったんですけど、なんか内側が結構素焼きみたいな感じで、なんでしょう、漆も結構雑に塗ると、結構、なんでしょう、染み込んじゃったりですね、きつそうなんで、この内側を塗る動画っていうのはまた別に撮ろうと思います。じゃあ早速錆漆を作っていこうかなと思います。錆漆を作る場合は、まずこのトノコっていうこの粉ですね。粉を、どのぐらい入れようかな。粉をですね、簡単にパレットに入れて、パレットに入れて、で、これと今入れた粉と同じぐらいの分量の、漆をこの中に入れて、もうちょいかな。今こんな感じになってるんですけど、これをまた適当な棒でかき混ぜるっていう感じです。見えるかな。ちょっと、ちょっとトノコの分量が多かったかなっていう感じではあるんですが、その、これ漆を足したり、トノコをまた加えたいとかで、適当に調整できるんで、見えるか。こんな感じかな。で、こういうペースト状になったら、これをまた、爪楊枝かなんかないかな。このペーストを、ちょっと取って、この、ここか。隙間に埋めると、うん。よし。これはちょっと液体に近い感じのペーストにはなってるんですけど、これ固まればそんな、ちょっと取って、なかなかいい感じのペーストが、今の場所、これか。大丈夫か。よしよし。で、今こうやって溝に埋めて、なんとなく埋まったのがわかると思うんですね。こういう感じで、埋めていって、バリみたいのが出たらまた、なんですよ、今度はヤスリで削るみたいな感じです。
とりあえずこれも何回も全部やっていくと長いんで、ここで一回作業を止めて、動画を止めて、また次の動画にしようと思います。で、これ終わったらまた漆風呂に入れて、乾燥させて、これも2日ぐらい乾燥すれば次の作業いけるんで、また2日後ぐらいに動画を撮ろうかなと思います。では、チャオ。